仕事をしている中で、業務改善を考えたいが、どのように考えたらいいのかわからない。会社全体の中で自分の立ち位置はどこかわからない。自分に求められている役割を改めて整理したい。といった悩みはないでしょうか。この動画では、会社の役割や会社の仕組みを改めて考えてみることで、自分の担当業務は全体のどの場所を占めているのか考えやすくなっていただくこと、それによって今まで以上に会社で活躍しやすくなっていただくことが狙いです。途中で部署間の連携についての具体例も織り交ぜながら解説していきます。早速ですが、まずは会社の役割についてです。製造業を念頭に置いての話となりますが、会社の役割は創造、製作、販売のサイクルを素早く回すことで社会に対する付加価値を作り出すことです。創造とは、例えば新しい製品の設計や開発。製作とは、切削加工などでのものづくり。販売とは、営業部門による顧客対応などを意味しています。創造、製作、販売を通して顧客満足を生み出し、社会に対する付加価値を作り出すことが会社の存在意義となります。サイクル1回あたりに生み出される付加価値が小さい、もしくはサイクルが回る速度が遅い場合、生み出される付加価値の合計は小さくなってしまいます。逆に、サイクル1回あたりに生み出される付加価値が大きい、またはサイクルが回る速度が速いと、生み出される付加価値の合計は大きくなります。よって、いかに1個あたりの付加価値が大きい製品を作れるか、またはいかに素早く創造、製作、販売のサイクルを回すかがとても重要なことになります。先ほどの会社の役割で説明した付加価値創造サイクルについて、部署間の連携を事例をもとに具体的に見ていきましょう。なお、この動画の説明の中で登場する企業個人はすべてフィクションであり、実在する企業個人などとは一切関係ございません。一つ目の事例として、設計部門がある受託製造会社の例を見ていきます。理想的な形としましては、まず顧客からの依頼が営業部に来て、営業部では顧客からの図面そのものでなく、できる限りの改善案を考えます。その際に自分だけで考えるのではなく、設計部門や製造部門にも相談しながら改善案を考えます。改善案を顧客に認めてもらった上で、社内での具体的な見積もりを行い、顧客に提示し、顧客から了承をもらいます。そして実際に制作に取り掛かり、納期通りに納品します。このようなフローでは、設計、製造、営業が関わり合って改善案を考えることで、深い改善提案が可能となり、会社としても知識が蓄積していきます。また、営業が機動的な対応を行うことで、顧客からの信頼も増します。また、自社内で多くの加工技術を持っている会社であれば、様々な加工法によるワンストップ生産が可能となり、大きな付加価値を生み出すことができます。これらの結果、顧客満足を生み出し、以降も新規製品の相談などが来やすくなります。このような会社で起こり得る問題にはどのようなものがあるでしょうか。例えば、顧客からの依頼が来た際に、営業にて受け取った図面をそのままで見積もりすることで、他社との差別化ができずに、他の企業との相見積もりとなる。見積もりも各営業個人によってやり方がバラバラで、会社全体として何を目指しているのか分かりづらい。一方、製造現場では様々な加工技術があるがゆえに工程が多く発生し、管理が難しくなって生産計画が合ってないようなものとなってしまう。その結果、納期直前にいつもドタバタする。作業所への教育をしている時間なんてない。その結果、いつまで経っても品質不良が改善せず、同じようなミスが減らない。また、多能効果が遅れ、生産性の向上も難しい。それで余計に納期直前にバタバタしてしまうという負のループに陥ってしまう。一方、設計部門では本来の前向きな設計ができず、製造現場で発生する不良品の対応、品質検査で手一杯になってしまうといったことが考えられます。
これらの結果、相見積もりでコスト競争に巻き込まれてしまう。見積もりの俗人化により会社全体としてのコスト管理ができない。設計部門では既存品の改善提案や新規開発の余裕がなく、会社としての知識の蓄積や活用の機会損失が生まれてしまうといった可能性があります。この事例では例えば工場での生産優先順位を見える化したり、自社ならではの提案ができるように設計、工場、営業の連携を強化したり、営業の個人商店化をなくすために横串を刺すようなシステムの設置、運営を行ったりすることが一案として考えられます。二つ目の事例として、繰り返し受注生産を行う製造業の例を挙げます。理想的な形としては、顧客からの内示情報を社内で整理し、システムに内示情報と注文情報を打ち込み、材料発注や生産計画を事務所の方で行います。その後、工場で実際に製造していくのですが、不良品の集計もデータ分析しながら行い、日々の改善活動に活かしています。製品は納期通りに顧客に納品され、顧客満足を生み出します。その結果、新規の案件の相談も来やすくなります。このようなサイクルが滞りなくスムーズに素早く回ることが重要です。このような会社で起こり得る問題はどのようなことがあるでしょうか。例えば生産計画関連の話としては、その中の A の1、A の2、A の3で示しているように、内示情報が社内で整理されず内示入力がされない。一方、在庫数の計算が煩雑で正しい在庫計算ができていない。その結果、材料発注の遅れや数量間違いが発生してしまう。また、工場全体の内示受注が把握できなく、生産計画作成時に生産の優先順位がわからないといったことが起こり得ます。また、不良関連の話としては、図の中の B の1、B の2に示しているように、生産実績データがきちんと打ち込まれておらず、データが不正確なために不良集計ができない、または正しくない。正しいデータがないので、効率的な改善活動がしにくいといったことが起こる可能性があります。今までの生産計画や不良品関連の不具合の結果として、図の中の C の1、C の2に示しているように、納期遅延により顧客不満足を生み出してしまう。その結果、新規案件の相談が来なくなってしまうということがあり得ます。このような状態ですと、付加価値創造サイクルは様々なところで止まってしまいます。この事例での様々な起こり得る問題点を挙げましたが、問題点の共通する点として、情報が整理されていなく、意思決定に使えないまま放置されているといったことが挙げられます。その結果、各部署は自分の目の前のことしか見えない、自分が持っている独自のデータをそれぞれ見ているので、各部署で共通認識が持てず、いくら集まって話し合ったところで話が噛み合わない。例えば、資材部門では材料が足りていると言っているのに、製造部門では材料が足りないという。その結果、感情論にもつれ込み、会議では何も決定されない。といったことが起こる可能性があります。このような場合、関係者全員が同じ資料、データを見て認識をすり合わせることがまずは大事です。同じ資料を見て同じ認識のもとで話し合える環境づくりが重要です。例えば、今まで活用できていなかった既存システムの情報を活かし、意思決定に使用できる情報を定期的に作成、共有することが考えられます。このような事例を解決し、付加価値創造サイクルを再びしっかり回すようにするには、どのようにすればいいでしょうか。ここでは、例えばの話として、5つの対策をご紹介します。対策1として、今まで顧客からの内示情報は営業部のみが受けていましたが、営業は外回りが多く、メールを確認する時間も少なかったとします。一部の人が情報を抱えたままの状態をなくすために、内示情報を営業だけでなく、
基本的に内勤している人も多い資材部門の社員にもメール送信してもらうようにしました。その結果、営業が忙しくても資材部門の方で確認ができ、工場にもスムーズに情報が流れるようになりました。対策2として、社内での内示整理にて、新たに内示表を作成する際に、過去出荷実績と簡単に比較できる Excel を作成しました。定例的な製品ですと、毎回の内示数に大きな変化がないこともあります。また、もし大きな変化があったとしても、それに気づきやすくなり、原因を顧客に聞きやすくなります。この対策により、勘や経験だけに頼らず、客観的なデータにより、比較的正確な内示を作成することが可能となりました。内示を一覧表として表示することで、データの入力間違いも防止しやすくなりました。対策3として、材料発注時にて、製品や仕掛かり品の在庫数を簡単に一覧で確認できる Excel を作成しました。今までは一応システムはあったのですが、急な対応やイレギュラーな対応には結局人での調査が必要で負荷がかかっていましたが、かゆいところに手が届くような資料を Excel で作ったことで、関連部品の在庫数を一覧で確認できるようになったり、作業負担の軽減や発注数の正確性向上につながりました。対策4として、内示数と受注数を簡単に一覧比較できる Excel を作成しました。これにより、生産の優先順位が工場内でも一覧表で分かりやすくなりました。対策5として、不良集計を簡単にできる Excel を作成しました。これにより、作業負担の軽減や正確性の向上につながりました。また、正確な製品ごとの不良率がすぐにわかるようになったことで、工場での改善活動に活かしやすいデータ作りができるようになりました。今回の事例では、Excel の活用が多く出てきました。一般的にも Excel は俗人化しやすいので使わない方が良いとの意見もありますが、いきなり新規のシステムを導入すると、本当に効果があるかわからないものに多大な費用をかけてしまう恐れがあります。まずは Excel など既存のものでできる限り費用をかけずに小さく始め、ある程度検証した結果、費用対効果が見込めそうなら、そこで初めて本格的なシステム化をした方が良いのではないかと個人的には思います。さて、今までは会社の役割として付加価値創造サイクルを、その具体例として部署間の連携の話を2つ取り上げさせていただきました。話は少し変わりますが、続いて会社の仕組みについてお話しさせていただきます。会社の仕組みとしまして、どのような会社でも共通することがあります。どのような会社でも、まずはお金を集めて、次に投資し、そして利益を上げるというステップを踏んでいるということです。お金を集める手段としては、会社設立時の資本金や銀行からの借入金があります。そのようにして集めたお金を、例えば工場を建てる、機械を買う、そこまで大きな話ではなくても、加工するための材料を買う、備品や消耗品を買うといったような投資を行います。投資した資産をもとに、例えば製品を売ったり、サービスを提供したりして利益を上げます。このように会社はお金を集める、投資する、利益を上げるという活動を続けています。代表的な財務諸表として BS とも言われる貸借対照表、PL とも言われる損益計算書、そしてキャッシュフロー計算書がありますが、それぞれの書類は各活動と紐づいています。お金を集めるという活動は貸借対照表や財務キャッシュフローを見ることで確認できますし、投資するという活動は貸借対照表や投資キャッシュフローを見ることで確認できますし、利益を上げるという活動は営業キャッシュフローや損益計算書を見ることで確認できます。このように会社の事業全体のプロセスとしてお金を集める、投資する、利益を上げるというものがありますが、それぞれの活動に関連した大切な財務の指標というものがあります。一つ目の指標として財務レバレッジというものがあります。
これは機械や材料といった資産を取得するための資金を調達するための活動に関わるもので、総資産割る自己資本によって計算されます。集めたお金は自分で出したお金と銀行から借りてきたお金の大きく2つに分かれます。自分で出したお金は自己資本、銀行など他人から借りたお金は他人資本と言います。その2つを合わせたものがここでの総資産の金額になります。よって財務レバレッジとは、すべてのお金のうちいくらが自分で出したお金なのかという自己資本比率の逆数ということができます。2つ目の指標として総資産回転率というものがあります。これは売上高割る総資産で計算されます。例えば製造業では購入した工場や機械などといった資産によって実際どれだけの売上が生み出されているのかといったようなことがこの総資産回転率を見るとわかります。いわば生産性を確認するような指標です。3つ目の指標として利益率があります。これは一般的にも馴染み深い指標ですが、利益割る売上高によって計算されます。売上によって実際どれだけの利益が生み出されているのかを確認する指標となります。4つ目の指標として ROE があります。これは今まで出てきた3つの指標、つまり財務レバレッジ、総資産回転率、利益率をすべて組み合わせた指標です。直接的には利益割る自己資本で計算できますが、近くで囲っている式にあるように、3つの指標の掛け算によっても求めることができます。このようにお金を集める、投資する、利益を上げるという会社の仕組みは、生産性や利益率といった指標とも関連があることがわかります。ここでもう一度会社の役割で出てきた付加価値創造サイクルを見てみましょう。創造、製作、販売のサイクル1回あたりに生み出される付加価値と関連するのが利益率。サイクルが回る速度と関連するのが生産性となります。付加価値の合計を大きくするためには、利益率を上げたり、生産性を上げたりすることが重要となってくることが、この図からもわかります。今までは会社の役割や会社の仕組みといった会社全体に関わることを見てきました。今までのことを踏まえた上で自分の立ち位置、自分の担当業務はどこにあるのかといったことを見てみましょう。おさらいですが、今まで会社の役割としての付加価値創造サイクル、その具体的な事例として提案型企業の例と繰り返し受注生産の企業の例を見てきました。また、お金を集める、投資する、利益を上げるという会社の仕組みについても確認し、会社の役割と会社の仕組みは利益率や生産性といった概念でつながりうるものであることも確認しました。これを踏まえた上で、例えば営業部で働いている人、例えば工場で働いている人はどの位置にいるでしょうか。どのような人から情報や部材を受け取り、自分はどのような行動をし、その後どのような人に情報や製品を送っているでしょうか。今までのお話で少しでも会社の全体像を理解する助けとなれば幸いです。このように普段はどうしても目の前の仕事に目が行きがちですが、改めて会社全体のことを考えて視野を広げることが大事となります。視野が広がったかどうかの一つの確認方法を紹介します。今まで、あのトラブルはあの部門が原因だ。いつも自分は迷惑をかけられている。と思っていたようなことが、視野が広がると、あ、自分も改善できることがあったのにできていなかったな。今まで他人の悪口ばかり言って恥ずかしかったな。と思えるかどうかが視野が広がったかどうかの一つの基準です。例えば営業部門の人で毎回の納期遅れの顧客対応を自分がやらされている。資材部門はきちんと材料を入れているのか。製造部門はきちんと生産しているのか。
と思っていた人も、実は自分が入手している内地情報の精度が良くなかったり、社内システムへの製品登録の仕方が良くなく、社内を混乱させてしまっていたりといったことがあるかもしれません。例えば、資材関連の人で、製造部のいろんな人から急な材料注文依頼が来て振り回されてばかりで困ると思っていた場合、そもそもの部署ごとの役割として工場全体の材料手配をコントロールするのは自分の部署である資材部門の役割ではないのか、自身の能力不足を他人のせいにしているところはないのかといった気づきを得て、とりあえず目の前の仕事をこなすような仕事のやり方ではなく、仕事のやり方自体を改善して、より構造的な考えを持てるように勉強したり、仕組みを構築したりする必要があるかもしれません。そのような気づきがあると、今までは自分が被害者で、あの部門は加害者だと思っていたようなことでも、実は自分が加害者で相手が被害者のように捉えられることもあるのです。相手が独立して悪いのではなく、同じ会社で働いているのですから、何かしら自分の業務とつながっているかもしれません。一歩引いて客観的に見てみると、相手だけでなく自分にも責任があるように見えることは、実は少なくないのかもしれません。トラブルを扱う時の注意点として、トラブルの原因を特定の個人のせいにしないということが挙げられます。不良品の発生や納期遅延などの際に、このトラブルは誰々さんのせいということは簡単です。その人の責任もゼロではないかもしれませんが、100% その人のせいであることも稀だと思います。トラブルは会社の仕組みなどシステム的な問題であって、誰々さんはたまたまその時にその仕事を担当していただけ。他の人のところで発生していても全然おかしくなかった。また、自分がもし同じ立場なら、自分でもそうしてしまっていた可能性はないのか、といった観点で捉えてみましょう。100% 完璧な仕組み、システムというものはないものです。長期的な目線で見れば、この人が会社の仕組みの欠点を浮き彫りにしてくれたおかげで、将来的な大きな問題にならずに済んだと思えることもあるのではないでしょうか。話を戻しますが、ここで改めて会社の仕組みの図を見てみると、利益を上げる活動には携わっているけれど、お金を集める、投資をするという部分で馴染みが薄い方も多いのではないかと思います。お金を集める、投資するといった活動は、財務諸表でいうと貸借対照表との関連が深いです。この後の解説では、貸借対照表と関連させながら、改めて自分の立ち位置、自分の担当業務について考えてみます。まず、貸借対照表を簡単に説明します。貸借対照表は、右半分の負債純資産の部と、左半分の資産の部に大きく分かれます。負債純資産の部と資産の部の金額は等しくなります。右半分の負債純資産の部は、さらに買掛金や短期借入金などの流動負債、長期借入金などの固定負債、資本金や利益譲渡金などの純資産に分かれます。利益剰余金というのは PL、つまり損益計算書における過去から現在における当期純利益の積み上げです。右半分の負債、純資産の分は簡単に言うとお金をどこから調達してきたかということが書いてあります。例えば全部で1億円のうち半分の5000万円が銀行から借りた短期借入金と長期借入金であり、残り半分は設立時に出した資本金3000万円と今まで積み上げてきた利益である利益剰余金2000万円で成り立っているといったようなことがわかります。一方、左半分の資産の部では、調達したお金が実際何に使われているのかといったことが書いてあります。現金でいくら持っているのか、売掛金でいくら持っているのか、在庫としていくらあるのか、また建物や土地としていくらの金額で保有しているのかといったことがわかります。なお、資産の部ではお金、つまり現金にしやすいものほど上に書かれています。一番上は現金そのもの。その後に近い将来現金になる売掛金、
売ったら売掛金になった後に現金になる製品在庫などは上に記載されます。一方、土地や建物といったものはそう簡単に売れるものではないので、下の方に記載されます。ここで貸借対照表のうち、流動資産にまずは注目してみます。ここでは現金、売掛金、在庫など普段目にしやすいものが並んでいます。このように流動資産は日常業務で取り扱いやすいものが並んでいます。日常業務というと、例えば製造業で創造、製作、販売の付加価値創造サイクルを考えてみると、創造として図面を描く、製作として実際に金属を削る、販売として製品を売るといったことが挙げられます。このような行動は会社の仕組みで当てはめると、最後の利益を上げる部分の話となります。では、貸借対照表の残りの部分、固定資産や負債、純資産に注目すると、付加価値創造サイクルはどのようなものになるでしょうか。ここで前置きとして図面を描いてこういうのを作りたいという想像を何々したいといった欲求という項目に、実際に金属を削ってものづくりを行う制作を実際に何々するという実行という項目に、作った製品を売るといった販売を成果を出すという成果という項目にそれぞれ抽象化して変換してみます。付加価値創造サイクルを欲求、実行、成果に抽象化した上で改めて考えてみます。先ほど出てきたように在庫や売掛金を扱う流動資産に注目すると、それぞれ図面を描く、金属を削る、製品を売るといったことになります。次に機械や工場といった固定資産に注目して考えてみると、欲求は例えば新しい製品を作りたいために機械を買ったり、新たに 3D キャドを導入したりすることが当てはまります。ただ、実際に物を買っただけでは製品はできません。取り扱う人が必要です。そこで実行のところには、新たな人材の採用や既存社員の教育などを入れてみます。また、成果としては、実際に新しい機械と新たに教育した人でうまく製品を作ることができるのかといったようなこと、機械やシステムをうまく動かすといったことを入れてみます。次に、負債、純資産に注目して考えてみます。新しい工場を建てたり、新事業を起こすといった大きな話になると、新たに銀行から借り入れが必要になったりすることも多いです。ここでは欲求部分に新工場を建てる、新事業を起こすという項目を入れてみます。実際に工場ができたとしても、そこで働く人がいないとものづくりはできません。そこで実行部分には人材採用なども含めた組織づくりを入れてみます。そして最後の成果の部分には、実際に新しい工場で新しい人が働き、製品を作っているというような状況を作り出すこと、会社全体をうまく動かすことといったことを入れてみます。それぞれの会社の考え方や方針によりますが、ざっくりとした話で言うと、図面を描く、金属を削る、製品を売るといった日常業務に関わること、貸借対照表で言うと、流動資産に関わることは、担当者、係長、せいぜい課長レベルの話であり、新しい機械やシステムを買い、人材教育をしてうまく動かすといったような固定資産に関わることは、課長や部長レベルの話であり、新工場を建ててうまく起動させるといったような負債、純資産に関わることは、部長や役員レベルの話であると考えることもできます。会社の中で将来的にトラブルに発展し得る例として、担当者から見た部長についての話をします。
担当者から見ると、部長が普段どんな仕事をしているのかわからないと思うことも多いのではないでしょうか。わからないことはつい疑ったような態度で考えてしまうことも人間誰しもあると思います。時には本当にちゃんと働いてるのと思ってしまうこともあるかもしれません。もちろんその部長は何もやっていないわけではありません。部長がしている仕事の内容が自分がしている仕事と次元が異なっているので、自分では理解できていないという可能性もあります。忙しそうに手を動かすことだけが仕事ではありません。そもそも毎日安心して自分が仕事ができているのは、少なからず上司の方が環境整備をしてくれているおかげということも多いと思います。例えば普段工場で加工している人では、そもそも上司の方が普段自分が扱っている機械の購入を決定して使用も決めたのかもしれませんし、空調設備や工具類を含めた働きやすい環境を考えてくれたから特に不自由なく仕事ができているのかもしれません。普段使用している品質のチェックシートや他部署との連絡方法なども上司の方が過去に考えてくれたものかもしれません。何かしら上司の方に不満を感じているとしても、そのようなことを一切考慮せずに自分が目に見えている範囲だけの情報や自分勝手な推測でその人の全てを判断してしまうようなことは本来的に好ましいとは言い難いかもしれません。目の前の業務に一生懸命になること自体はいいことですが、目の前の業務にとらわれすぎず、長期に広い視野で物事を考える練習が大事となる時もあります。次に、逆に部長から見た担当者の観点で将来的にトラブルに発展し得る例をお話しします。部下に対し、まだまだ仕事を任すのは早いと思い、いつまでもつい細かいところまで手助けしてしまうといったことはないでしょうか。実際に部下の人の力量が足りていないこともあるかもしれませんが、今回のお話では、本当にまだまだ任すのは早いと思っているのかというお話をします。人は誰でも承認欲求を持っており、周りから頼られたい、周りからすごい人だと思われたいという思いがあると思います。部下よりも上司である自分の方が仕事を早く正確に行えることは事実かもしれません。逆にそうだからこそ上司に抜擢されたということもあるでしょう。ここで、いつまで経っても自ら仕事を抱え込むという行動は、本当に部下を思っての行動なのか、時には振り返ってみる必要があるかもしれません。自分でも明確に意識していないけれど、実はプレイヤーとしての有能さを周りに示したい。〇〇さんがいないとやっぱり困るなと周りから言ってくれること、思ってくれることが気持ちいいといったような、実は自分本位な思いが裏に隠れている可能性はないでしょうか。わかりやすいかと思い、あえてものすごくうがった言い方にはなってしまいますが、部下を自分が有能であることを示すための道具のような扱いをしてしまっており、自分が部下の成長の機会を奪ってしまっている。そのようなことになっているのに、それすらも十分自覚できていないというような可能性はないでしょうか。上司の方も誰かから与えられた問題を解決するにとどまらず、そもそも何が解くべき問題であるのかという問題設定を自ら行い、新しいチャレンジをしないといつまで経っても現状維持のままの可能性があります。いつまでも担当者レベルの仕事をしていてはいけません。役職が上がれば上がるほど視野の広さだけではなく視座の高さも求められます。最後にまとめです。この動画では業務改善を考えたいが、具体的にどこからどのように考えたらいいのかわからない。会社全体の中で自分の立ち位置はどこかわからない。自分に求められている役割を改めて整理したい。といった悩みを持っている方に向けてお話しさせていただきました。会社の役割として創造、制作、販売のサイクルを素早く回す付加価値創造サイクルの話を、また会社の仕組みとして
お金を集める、投資する、利益を上げるといった活動について解説してきました。2つの考えは利益率や生産性といった概念でつながり得るものです。会社全体の役割や仕組みを一旦把握した上で改めて自分の仕事を考えてみると新たに見えてくることも多いでしょう。また同じ会社内でも部門や立場が違えば見えてくるものが違います。あの部署はいつも融通が利かない。〇〇さんはいつもあんな感じだ。といったような不満も持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、会社全体の視点を一度持ってみると、確かにあの部署の役割を考えれば保守的にならざるを得ないな、とか、見方を変えれば確かに誰々さんの言うことも理解できるな、といったことも出てくるかもしれません。全体像が見えることで自分の考えが整理されるだけでなく、他人の考えも受け入れやすくなります。注意点として、相手の意見に理解を示すことと、相手と同じ意見になること、いわば相手に考えを乗っ取られることとは違います。相手の考えは自分と異なっていたとしても、無理に相手を説得したり、逆に相手の考えに無理に合わせる必要もありません。あなたはそういう考えなんですね、と、いい悪いの判断をせずに、冷静にそれをそのままの形で尊重することが大事です。改めて自分の役割を理解できたかどうかの判断基準として、この仕事は今はこうしている、今まではこうしてきたけど、このように変えた方がいいな、と思うことが出てきたかどうかということがあります。ただ、改善案を思いついたとしても、実際に変えること、実際に行動することには勇気が必要です。身の回りの小さなことからでも結構ですので、まずは隣の人との間だけなど範囲を絞って実行し、成功体験を積み重ねて徐々に自信をつけていけると良いと思います。そのようなことが習慣になると、1年後には今よりもより成長した自分に出会えるかもしれません。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。